いや、時計の定価上がりすぎなんだわ。どこかにこなれた値段のいい時計ないかなと思っている皆さん、今回はノモスグラスヒュッテのタンジェントを紹介したいと思います。ノモスの時計は比較的手の届きやすい価格なので、新社会人の方にもおすすめです。この動画を見てタンジェントを候補に入れてもらえたら幸いです。最初にタンジェントのスペックを簡単に紹介したいと思います。サンシンスモセコの一番ベーシックなもので、サイズが 35mm、厚さ 6.2mm、ムーブメントはアルファという自社製の手巻きムーブメントが使われていて、パワーリザーブは43時間で3気圧防水です。定価は27万5000円で、比較的手の届きやすい価格だと思います。そしてこのタンジェントのいいところはサイズ展開が豊富で、同じデザインで 35mm の他に 33mm と 38mm のものがあります。ただ 38mm のものはシースルーバッグになっているのですが、35、33mm のものはソリッドバッグになっているので、そこだけ注意が必要です。手巻きの非常にシンプルな時計で、癖がなくサイズも幅広く用意されているので、男女問わずどなたでも使いやすいと思います。それではノモスとタンジェントの歴史について紹介したいと思います。ノモスというブランドは1906年ドイツのグラスヒュッテという町で創業しますが、戦争の影響で1910年に廃業してしまいます。その後1990年にローランド・シュベルトナーというデザイナーがノモスを再建するんですが、厳密にはこの2つは別ブランドなので、現在あるノモスは正式名称ノモスグラスヒュッテとして区別されています。ノモスとしての歴史はそれなりにあるんですが、現在のノモスグラスヒュッテとしては新しいブランドなんです。ノモスの創業の地であるグラスヒュッテという町は15世紀から工業の町として栄えていましたが、次第に資源が枯渇し衰退の一途をたどっていました。この状況を一変させたのがランゲ&ゾーネの創業者であるフェルナンド・アドルフ・ランゲで、1845年に時計産業を起こします。その結果、グラスヒュッテは今やドイツの時計製造における聖地となり、ノモス以外にもランゲ&ゾーネやグラスヒュッテオリジナルなど多くの高級時計ブランドの本拠地になっています。ちなみにノモスの工場はグラスヒュッテ駅舎を改造したものです。そしてノモスは1992年にファーストコレクションを発表するんですが、その中の一つに今回おすすめするタンジェントがありました。それから30年、タンジェントはノモスを代表するモデルとなっています。次にタンジェントのデザインの魅力について紹介したいと思います。タンジェントのデザインの特徴はバウハウスデザインであるということにつきます。バウハウスは1919年にドイツのワイマールに設立された美術学校で、建築や工芸、写真などのデザインに関する総合的な教育を行っていた機関です。バウハウスのデザインは合理主義、機能主義を基調とし、実用性や生産性を考慮した機能美が宿るものになっています。では腕時計のデザインにおける実用性とは何か。それは視認性、つまり一目で時間がはっきりとわかることです。それを踏まえてタンジェントのデザインを見ると、インデックスの5つの数字のタイポグラフィーはとてもすっきりとしていて、視認性が良く、どことなくバウハウスの香りが漂っています。このシンプルなところがタンジェントの魅力ですね。ちなみにこの針は伝統的な製造技法によって290度の温度で焼き上げられた、いわゆる青焼きされたもので、これもポイントが高いところです。また腕時計の実用性は視認性以外にもつけ心地の良さという点もあろうかと思います。タンジェントは例えば 35mm のモデルであれば厚さが 6.2mm で小さくて薄く、つけ心地がいいんですよね。ケースの形状を見ても装飾的なところはなく、ラグも直線的で実直です。タンジェントは全体的に非常にシンプルで無駄なものがなく、簡潔でとても見やすく、まさに機能美といえる美しさがあります。それゆえオンオフ問わず幅広いシーンで使えるというのもこの時計の魅力だと思います。まとめると、タンジェントのデザインは文字盤とケースひっくるめてバウハウスを感じることができる美しい時計ということです。タンジェントはムーブメントにも見どころがたくさんあります。タンジェントにはアルファという自社製の手巻きのムーブメントが積まれているんですが、これが実にドイツ的というかグラスヒュッテ的なんです。グラスヒュッテのムーブメントといえばこれだという特徴がいくつかありまして、ムーブメントを覆う4分の3プレート、こ
これは1960年代にアドルフ・ランゲが導入したもので、こうすることで安定性を向上させるとともに組み立てやすくなっています。そしてそのプレートに施されたグラスヒュッテストライプ、プレートに縞模様がありますが、わずかな凹凸がつけられていて美しく波打っているように見えます。またグラスヒュッテサンバースト仕上げというのもありまして、角穴車と丸穴車に渦を巻いているような模様が見えると思いますが、これもグラスヒュッテの仕上げの特徴です。このようにアルファはグラスヒュッテ様式をふんだんに取り入れたムーブメントになっています。そしてこの他にも青焼きされたネジ、ハック機能、そして高級機に採用されるトリオビス環球芯まで使われています。しかもノモスはほとんどの部品を自社製で賄っているんです。2014年にはノモススイングシステムと呼ばれる自社製の脱芯機を採用するまでに至りました。いや、これはすごいんだわ。ちなみにタンジェントはかつてはエタの7001というムーブメントを使っていたんですが、このアルファは7001の設計をベースに作られています。この7001というのが多くの手巻き、薄型、スモセコ三振時計に載せられていた名機なんですよね。その流れを組んでいて、かつドイツ仕様にブラッシュアップされているわけですから、これはもうたまらん時計なわけです。ノモスのムーブメントには機械式時計の魅力ががっつり詰め込まれています。最後にメンテナンスについて紹介するわけですが、これは時計の魅力というよりも注意点になります。まず正規販売店で買った場合の保証は2年間ということ。最近は保証期間を長くするブランドが増えてきていますので、少し物足りなさを感じます。次にノモスには平行差別があるということにも注意が必要です。平行差別とは正規の修理を依頼する際、同じ時計でも正規販売店で買ったものよりも並行輸入店で買ったものの方が費用が高く設定されているというものです。オーバーホールの場合、正規品で28,000円ほどかかりますが、並行輸入品の場合は55,000円程度かかります。並行輸入の場合は大手であれば購入したお店でお安くオーバーホールしてくれるので、正規のメンテナンスにこだわらなければそこまで問題にならないと思いますが、ただし修理の場合、部品がないと結局正規対応になってしまう可能性があります。この点は購入をご検討される際にはお気をつけください。まあ並行輸入で買った方がだいぶ安いので、どこで購入するかは悩ましいところではあります。さて、ノモスのタンジェントはいかがだったでしょうか。最後に一つ言わせてほしいのは、ノモスはタンジェント以外にもいい時計があるんです。例えばラドウィック、インデックスがローマ数字になっていて、よりクラシックな印象で、これまたいいんですわ。タンジェントにはない魅力があるので、こちらもおすすめです。あとは日付表示がついているバージョンとか別のカラーバリエーションのものなんかもあります。ノモスの時計が気になるという方はぜひ他のモデルも検討してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。